今回のお話は来週のイベントがもしかしたら要注意かもというお話。特にバイオ株に影響があるかもしれないと思っているの。正直必ず起こるレベルではないので杞憂で終わる可能性も高いけど、トマトちゃんは気にしているよ。2024年3月15日にある来週金曜日のイベントとは魔女のイベントだよ。米国株の経験者ならばそんなに言われなくても分かっているよという内容だと思う。始めたばかりの人は魔女って何？米国株と関係あるの？そう思っていると思う。特に今回はバイオ株に注目して魔女の影響を見ていくよ。イベントの名前はクアドルプルウィッチング。ウィッチングは魔女という意味。クアドは CPU でクアッドコアっていうように4つだよ。それにマルチプルとかのプルがつくから40のとか4倍のとかそういう意味になるよ。クアドラプルウィッチングは40の魔女という意味だよ。別名としてメジャー S q という人もいるよ。ここからはメジャー S q って呼んでいくね。何が40かというと、株式先物取引、株式指数オプション、個別株オプション、ストックオプションの取引最終日が重なるというイベントだよ。3月、6月、9月、12月の第3金曜日に必ずあるイベントだよ。先物やオプションのポジションが解消されるんだけど、マーケットメーカーがポジション調整のため反対売買を行うよ。取引量の増加によって荒れやすくなる傾向があるよ。なぜこのイベントが重要かと自分が思っているかというと、2021年、2022年の経験からだよ。ちなみに一般的な投資理論でなく、勝手に自分がそう解釈しているところが多いので、それを前提に聞いてね。まずメジャー S q を見る前に、2021年、2022年がどんな相場だったか振り返ろう。まず S&P500 はコロナショックから記録的な右肩上がりの相場だったよ。途中多少の調整があるものの、本当に綺麗な右肩上がりだったよ。一方でバイオ ETF のティッカーシンボル XBI は2月までバブル相場を作るも、そこから一方的な右肩下がりの相場だったよ。特に11月以降は一方的な下げ相場に突入していくよ。大事なことはポジションがロングかショートかどちらに偏っているかだよ。メジャー S q は反対売買をするからロングに偏っていると下がりやすいよ。逆にショートに偏っていると上がりやすいよ。想像できると思うけど、上昇相場の後だとロングしている人が多いよ。一方で下落相場の後だとショートをしている人が多いよ。この2つの違いを頭に叩き込んで2021年、2022年のメジャー S q を見ていくよ。2021年9月17日のメジャー S q、まずは左側の S&P500。指数の場合、メジャー S q の位置はすぐわかるよ。出来高が他の日よりかなり多いところだよ。メジャー S q の前はどうだったかというと、9月になってやや調整していたけど、それまではずっと右肩上がりの上昇相場をしていたよ。すなわちロングにポジションが偏っていることが想像できるよね。9月のメジャー S q では下がったね。翌週の月曜まで下がっていく展開だったね。2021年はずっと上昇相場だったのは説明したよね。他のメジャー S q も確認してほしいけど、こういう相場が多かったよ。メジャー S q で下げて翌週の月曜に短期底落ちするようなパターン指数に対して XBI はどうだったかというと、逆の動きで上がったよ。このチャートだけだと分かりにくいけど、2月の天井からかなり下落していて、その影響があったかもしれないと思っているよ。ちなみにメジャー S q で上がっても翌営業日で墜落するのもよくある展開だよ。
そうでないパターンもあるので気をつけてね。2021年12月17日のメジャー S q 左側の指数から。メジャー S q 前は10月等に底落ちし、そこから上昇相場の中だったね。手前で調整したけど持ち直しての展開だったね。この時はメジャー S q の前日から下がり始め、メジャー S q でさらに下落。翌週の月曜に底落ちして上昇するパターンだったよ。2021年はこういうメジャー S q 前後の下落からリバウンドの相場が多かったよね。次に右側の XBI を見ると、11月からずっと下落して12月にやや横ばいの中にメジャー S q を迎えたよ。すなわちポジションはショートに偏っていたことが想像できるよ。圧巻だったのがメジャー S q 前日は指数と同じく下落したのに、メジャー S q は下落した指数に対して大幅上昇を見せたよ。これを経験してメジャー S q の影響の大きさを理解したよ。2022年3月18日のメジャー S q 左の指数は2022年になって下落相場に突入。ただ3月半ばに突然反発相場に入った途中でメジャー S q となるよ。ショートの方も結構ありそうな気がするけど、ショートカバーの後なのでちょっと分かりにくいね。結局上昇して終わったよ。その後もしばらくショートカバー相場が続いたよ。右側のバイオも2022年に入ってからかなりの下落だったので、ショートに偏っていたと思うよ。位置取り的にもメジャー S q はリバウンド相場の最後の方に出てきたよ。その日は少なくとも大幅上昇。ただ翌週月曜は下げたね。2022年6月17日のメジャー S q 左側の指数は、経験者は思い出したくないかもしれないけど、大幅な下落相場の中でメジャー S q を迎えたよ。ポジションはショートに偏っていたけど、残念ながら大幅上昇は指数では見られなかったよ。一方で右側の XBI、こちらも4月から5月上旬のかなりきつい下落相場の後の横ばい相場で迎えたよ。6月に入って売り込まれていたよ。完全にショートに偏っていたよ。メジャー S q はそこから這い上がる大きな陽線の時だよ。この時は次の日下がるということはなく、ここからかなり強いリバウンド相場に突入していったよ。XBI で 50% ぐらい上がったね。LABU を持っていた人はウハウハだったね。2022年9月16日のメジャー S q 左側の指数は8月のピークから転換して下落トレンドの途中に起きたよ。普通にやや下落しただけで終了したよ。一方で右側の XBI は6月からの強い上昇相場の後、やや調整した時に迎えたよ。この時はさすがにロングに偏っていたのではないかと思っているよ。その結果下げて終わったよ。さてここで現在に戻ってきたよ。左側が指数。ご存知の通り10月終わりからずっと右肩上がりの相場を続けたきたよ。来週金曜日にメジャー S q を迎えるよ。ポジションはきっとみんなロングに偏っているよね。次に右側が XBI。こちらも指数と同じく1月が横ばいであるのと直近やや横ばいだが、全体的に見たら右肩上がりの相場だったよね。バイオの動画を見ているみんなもこのバイオの相場を見て目がドルマークになってバイオ株を買っているよね。ポジションはきっとロングに偏っているよね。魔女のイベントがなぜ要注意だと思うかは理解できたよね。もちろんこれまでも絶対その通りに動いてきたわけではないので、今回は不発に終わる可能性もあると思っているよ。またこれまでの例を見てわかる通り、一時的な調整のケースが多いので、少しキャッシュ比率を高めておいて買い場だと思って買うのもありだと思う。この内容をどう解釈するかは
動画を見ている皆さんにお任せするわ。このグラフは横軸が前回のメジャー S q から今回のメジャー S q までの騰落率だよ。すなわちこれが大きいほど直近四半期が上昇相場であったということを示すよ。縦軸が今回のメジャー S q の日の始め値から終値の騰落率だよ。すなわちその日の寄りで買って引けで売ったらどうなるかだよ。右側に外れている点があるけど、これは2020年6月のもので、コロナショックの後のリバウンドの時期であまり参考にならないよ。それ以外の点を見ると強いとは言えないけど、緩やかな逆相関のグラフになっているよ。すなわち直近四半期のパフォーマンスとメジャー S q の日のパフォーマンスはやや反対になる傾向があるということだよ。これまで説明した例で言ってきたことをまとめたグラフだよ。あと、指数より XBI の方が影響が大きい気がしているの。それがなぜか考えたときに、そもそも XBI がどういう構成比率かが影響していると思っているよ。この話を聞くと、ショート比率が高い銘柄をメジャー S q にロングすればいいよね、とか考えちゃうよね。自分もそう思ってやってみたけど不発だったの。ショートが多ければ必ず上がる。ロングが多ければ必ず下がる。そういった単純な話ではないの。正直、どの銘柄がメジャー S q で上がるのか下がるのかを予測するのは難しいよ。オプション分析とか得意な人ならばできるかもしれないけど、もしやり方が分かったら教えてね。ただ、そういう銘柄がどこかで出てくるのは結構可能性があると思っているよ。以前のバイオセクターの動画で説明したけど、S&P500 とかは時価総額が大きい銘柄の比重が大きいの。言い換えると、指数を動かすためには時価総額の大きい銘柄が動いてくれないといけないの。2021年は結構動いていたと思っているけど、2022年以降は単純なポジションの偏りの分析通りにはならないことも多かった気がするね。一方で XBI は時価総額に限らず広く薄く銘柄が入っているの。言い換えると、動き出す銘柄が多ければその時価総額に関係なく XBI は動く可能性があるということだよ。さらに指数が押し上げられると個別の銘柄も上がり始めてショートカバーを誘発する可能性があるよ。逆に指数が押し下げられると個別の銘柄も下がり始めて逆差し値とかを誘発する可能性があるよ。よって S&P500 よりも XBI の方がメジャー S q の影響が大きいのではないかと思っているよ。そしてその3倍のレバレッジ ETF である LABU の動きは大きくなるよ。あと気になるのが上位銘柄が VKTX と IOVA なんだよね。これは値上がりしたから比率が増えただけなんだけど、両方持っているんだよね。3% と 2%。数字が大きいわけではないけど気になるんだよね。どうしよっか。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。